皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？日本は今、梅雨の時期です。雨がたくさん降るシーズンになりました。なので1週間ずっと雨みたいな天気が続いています。そして湿気もすごくて、洗濯物は本当に一生乾かないんじゃないかってぐらい湿気がすごいです。私の家には乾燥機があるので、もうずっと乾燥機を使うんですが、ない人は本当に困るだろうなって思います。で、服を乾かすので一つ思い出したんですけど、皆さん、浴室乾燥って知っていますか？聞いたことはありますか？お風呂場に小さいエアコンがついてあって、で、お風呂場で暖房を当てて乾かすみたいな方法です。私、これ海外で見たり聞いたりしたことないなって思ったんですけど、これは日本独特のものなんですかね。まずお風呂場になんでエアコンあんねんって思うかもしれないんですけど、それは洗濯物を干して乾かすためです。で、乾燥機がついた洗濯機を買うのはとても高いです。高いのでそこまでお金をかけたくないっていう人は、部屋を借りるとき、マンションとかアパートとか、部屋を借りるときにこの浴室乾燥がついているかどうかっていうのを気にする方が多い気がします。で、私のお家にも浴室乾燥があって、雨の日はそこで洗濯物を乾かしていました。最近はもう使ってなくて乾燥機だけになったんですが、昔はずっと使っていました。ちょっとした乾燥機というか洗濯物の乾かし方について話してみたんですが、今回は日本語のスピーキングが上達する方法についてお話ししていきたいと思います。言語を勉強したことがある方なら一度は日本語を話す方法とか日本語のスピーキングの上達方法みたいな感じでいろいろ調べて動画を見てみたりしたことがあるかなと思います。もうすでにいろんなアドバイスを聞いてきたかなと思います。話したかったら話さないといけないじゃん。だからもう勉強し始めたその日から話し始めようとか、なんかいろんなアドバイスがあるかなと思います。いろんなアドバイスがあって結局話せるようにならないんだけどって思う方もいるかと思います。ですが別にいろんな方が言っている方法が間違いっていうのは一つもないと思います。なんですけどそれが皆さんの正解になるかもまたそれは別の話かなと思います。本当に人によって合う合わないあると思いますし、その何時間勉強できるかっていう環境によってもいろいろ左右されるかなと思います。ですので今回は私なりのこうしてみたらスピーキングは上達するんじゃないっていう方法を、シェアしていこうかなと思います。まず話せるようになるには皆さんは何が重要だと思いますか？例えば勉強初日から会話練習をしようとか、オンラインレッスンを受けてみようとか、あるいは独り言を言ったり、頭の中で日本語で考えるなど、いろんな意見があるというか、いろんな方法を思いついたかなと思います。今挙げたものはすべてアウトプットに当てはまりますよね。でもまず私が強調したいのは、話せるようになりたいなら、まずはインプットということです。とにかくリスニングをたくさんして、ネイティブな発音だったりトーン、抑揚とか、そういうものに慣れておく必要があると思います。そして語彙力を高めておく。もうできるだけたくさんフレーズとかも学んでおく。これがとても重要だと思います。なのでまずはインプットです。初心者で今から日本語の勉強を始めるよっていう方は、もちろんインプットが大事なのはわかると思います。でも私はどのレベルであっても中級上級になったとしてもインプットは本当に大事だと思います。そのインプットがスピーキング上達への鍵だと思います。
なので日本語の勉強時間の80% ぐらいは、または初心者ならもう 90% ぐらいはインプットに使ってみることをおすすめします。一人でできることとしてまずおすすめしたいのはシャドーイングです。シャドーイングはもう皆さん聞いたことがあるかなと思います。動画を見てそこで出てくる日本語というか聞こえてくる日本語をそのまま口に出して発音してみる、スピーキングの練習をしてみるというものです。シャドーイングをするとリスニングができるので、まずインプットができますよね。そして口に出して練習するので、発音練習だったりスピーキングの練習を同時に行うことができます。私自身もシャドーイングはよくします。英語を勉強していた時もたくさんしたし、今韓国語を勉強している時もシャドーイングをします。私は長い動画をいろいろできるほどの忍耐力がないので、必ず短めの動画を選んで、飽きない程度に練習します。何度も何度も聞いて同じスピードで話せるようになるまで練習します。まず動画を見て何を言っているかっていう意味を理解することと、でその後に、何回も繰り返して練習していると、本当にその単語とかフレーズが自分の口からナチュラルに必要な場面で出てくるようになります。あれこれなんて言うんだっけとか、そういう考える暇もなく口からパッと出てくるような感覚になります。そうなるまで何回も繰り返す必要があるかなと思います。で、私はそんなに真面目に単語を何回も何回も復習してとか、動画に出てきた全ての単語を全て書き出したりというか、クイズのカードに入れてフラッシュカードに入力して覚えたりっていうことはしません。ですが動画を何回も見るので、何回も見ていると使い方とか発音とか自然と身についてきます。シャドーイング以外にも単語の復習時間をとっていると、もちろん上達は早くなると思うんですが、それができないというかしたくない、もうそんなの嫌になっちゃうみたいな方は別にしなくても大丈夫だと思います。なのでシャドーイングは、絶対やった方がいいなと思うものです。自分で聞いてみて、で動画を一回止めて大丈夫です。止めて、で今聞いたものをそのまま口に出してみるっていうのを練習してみてください。これが一人でできることなんですが、次は実際に日本人と話すとき、ここではオンライン授業で先生と話すっていうのは除きます。実際に日本人の友達とか誰でも道端で声をかけてみるとか何でも大丈夫なんですけど、そういう日本人と話すときに意識してみてほしいことがあります。それは質問をすることです。日本語を練習したいからとにかく日本人と話そうって思って意気込んで、自分が話すことばかり考えてしまう人がいるかと思います。でもそうではなくて、まずは相手に質問をすること、相手から何かを聞き出すこと、引き出してみることを意識してみてください。なぜかというと、人は誰でも自分のことを話したい生き物だと思います。自分の話ばかりする人ってあまり好かれている印象はないかなと思います。よっぽど話が面白い人だったり、すごい知識とか経験があってみんなその人の話が聞きたいみたいな場合は別かと思いますが、基本的には自分の話ばかりする人ってあの人自分のことしか考えてないんかなっていう印象になってしまう気がします。だからこそ、まずは皆さんも日本語を練習したいっていうことよりかは、相手と会話すること、相手に質問してみて、相手の話を聞くこと、これに意識を置いてみてください。まず質問をして相手の話を引き出すことで会話がスムーズになりますし、相手に興味がありますよという姿勢を見せることができます。で、そこで相手の話を聞くことでリスニングの練習にもなりますし、新しい単語やフレーズを学ぶチャンスにもなると思います。皆さんから話しかけるっていう場合だと、何話していいかわからないということがあるかもしれませんが、
相手に何か質問をしてみるっていう意識に変えると、皆さんが話さないといけないっていうプレッシャーはなくなると思うので、まずはそっちに、意識を置いてみてください。で、相手に質問してわからない単語があったら、どんどん聞き返して大丈夫だと思います。日本語がわからないからといって会話を聞き流してしまうのはあまり良くないかなと思います。わからないからといって聞き流してしまうと、その後相手が質問を仕返してくれた時に何を答えたらいいかわかんないとか、全然違うことを言っているみたいになる可能性があるので、わからない場合はその場でちゃんと聞き返す練習もする必要があると思います。相手が外国語を学んだ経験がある人なら、一回では聞き取れない、一回では意味がわからないっていうのはもう重々承知済みだと思います。なので2、3回ぐらいわからなくて聞き返すっていうのも全然問題はないと思います。だし、私も含めて多くの日本人は日本語を話してくれる外国人に対してとても好印象だし、嬉しいなって感じるし、ありがとうって思う方もいると思います。なのでもう皆さんが日本語を話そうって知っている時点で本当にすごいことだし、ありがたいことなので、焦らずにゆっくり、わからなかったら聞き返して話すときもゆっくり話すっていうのを意識してみて、何回も聞き返したり、相手がんっていうハテナマークみたいなそういう顔になったとしても大丈夫です。会話なのでね、ゆっくり緊張せずにっていうか焦らずにやってみたらいいかなと思います。そして相手の話をよく聞いていたら、自然と質問を返してくれるタイミングが来ると思います。その時、すでに皆さんが相手の話を聞いているという態度を見せていると思うので、多少日本語がぎこちなかったり、言葉がすぐに出てこずにちょっと詰まってしまったり、なんか数秒間の空白があったとしても、多くの人は待ってくれると思うし、理解しようとしてくれると思います。でももし皆さんが自分の話がしたい、私の話がしたい、聞いてみたいな感じだったり、練習したいから、付き合ってみたいな感じで、皆さんが話すことだけに意識を置いていると、相手もなんか疲れたって思ったり、あまり聞いてくれなかったり、そんな親切な態度を示してくれないということもあるかもしれないです。でも皆さんが先に相手に質問したり、相手に興味を持って話を聞くっていう、そういう姿勢を見せていると、相手も、皆さんの日本語のレベルがどうであれ、少しは、聞こうっていう姿勢を見せてくれるかなと思います。で、ここで相手があまり人の話を聞かない人、自分の話しかしない人っていうそんな人であっても全然大丈夫です。なぜならその会話を通して皆さんはリスニングの練習ができているからです。リスニングの練習ができていることで絶対にまだ初心者中級者っていう方は学べた単語がたくさんあっただろうし、その人が繰り返して言っているフレーズなどもあっただろうし、そういうのが学べるメリットがあるので、ただ聞くだけでも。なのでそれは練習、やった新しいフレーズ、勉強できたぐらいに思っておけばいいかなと思います。で、話したいから話すっていうことにフォーカスをするんじゃなくて、話したいからこそ、まずはインプット、まずはリスニングというところに重点を置くのが、最終的には皆さんのスピーキング力だったり、日本人っぽいナチュラルな、言い回しができていたり、発音も綺麗になっているっていうことがあるかなと思います。今回は日本語のスピーキング上達方法についてお話ししてみました。私が思うスピーキングを上達する上で大事なのはインプットです。リスニングをたくさんして、単語やフレーズをたくさん勉強するっていうのが第一だと思います。皆さんの日本語のレベルには関係なく、インプットをし続けるっていうのが本当に大事だなと思います。で、いざ日本人と話す場面に来たら、まずは相手の話を聞く、リスニングを先にする、
相手に興味を持って質問してみるっていうのを意識してみてください。これは日本人となんか普通の会話する場面、雑談するときとか友達と話すときはこうしてみてほしいんですけど、オンラインで日本人の先生と会話するときは、そこはもちろん皆さんが話すこととかアウトプットを意識する場なので、そういう意識の使い分けは大事かなと思います。オンラインの皆さんが、主体で話す場面はもうどんどんアウトプットして、わからないことがあれば何でもすぐ、先生に聞いて学んで、それをその場ですぐ使ってみる。そんな感じでアウトプットがとっても大事ですが、普段の会話だとインプットを含めたインプットが先にあるアウトプットっていうのが大事かなと思います。人によってね、いろんな方法合う合わないがあると思います。もう初日から勉強し始めて初日からアウトプットだけを意識してそれで勉強できたっていう方ももちろんいるかと思います。でも私が考えるに、特にその性格的に外交的というか人に積極的に話しかけるのができない、または苦手っていう方は、相手に質問する、相手に興味を持って話しかけてみる、リスニングを先にするみたいな、そういうやり方を意識してみてください。そうすることで相手から自然に質問が返ってくると思うので、そんなに自分の話す内容に困らないかなと思います。質問をし返されたことについて返すだけみたいな感じで負担が減るかなと思います。いろんな人がいろんなやり方、いろんなこれいいよ、これ効果あったよっていう方法があると思うので、皆さんが思ういい方法などコメント欄でシェアしていただけたらなと思います。皆さんのいい方法みたいなのをシェアし合って、お互いに日本語のスピーキング力を上げていけたらいいんじゃないかなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこの活動をサポートしていただける方がいましたら、ぜひメンバーシップへの加入お願いいたします。Patreon のメンバーシップには、Patreon での限定エピソードが聞けるランクだったり、私とのフリートークの練習ができるランクもあるので、それらが気になる方がいましたら、ぜひ Patreon でメンバーシップをチェックしてみてください。また、すでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのサポートが本当に大きな励みになっています。サポートありがとうございます。これからも動画をたくさん作っていくので、楽しみにしていただけたらなと思います。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。